シン・ゴジラで最も有名なシーンの一つ、内閣総辞職ビーム。赤く光ったゴジラの口が裂け、東京が一瞬で焼き払われる、あの数十秒です。この映画を見た人なら誰もが覚えているはずです。ですが、あのシーンには続きがありました。撮影までされていて、本編には入らなかった。そういうシーンが確かに存在します。今日は、その話をします。それから、あのビームで何人が犠牲になったのか、ネットで言われている数字は、正しくありません。そこも、資料で確認していきます。まず、あのシーンで何が起きていたかを整理します。自衛隊の攻撃が効かず、政府はアメリカ軍に協力を要請します。飛来したのは、B2 爆撃機3機。地中貫通爆弾による絨毯爆撃で、ゴジラは初めて傷を負います。そして、その直後でした。ゴジラの口から炎が溢れ出し、それが放射熱線に変わる。B2 は3機とも撃墜されます。さらにゴジラは、背びれからも熱線を放ちました。この時破壊されたのが、港区、千代田区、中央区、東京の中心部です。都心は壊滅的な被害を受け、高濃度の放射能汚染が発生。そして都民に、およそ300万人の死傷者が出ます。被害は日本人だけではありませんでした。赤坂にあったアメリカ大使館も、この時消滅しています。自国の大使館を失った。この事実が、この後アメリカが熱核攻撃を主張する流れに、静かにつながっていきます。あの数十秒は、東京を焼いただけではなかった。国と国の関係まで書き換えてしまったんです。この300万人という数字は、後でもう一度出てきます。覚えておいてください。ところで、なぜこの熱線が内閣総辞職ビームと呼ばれるのか。ネットスラングとして有名ですが、由来を正確に説明できる人は意外と少ないと思います。あの時、首相官邸から立川へ向かうヘリコプターが飛んでいました。乗っていたのは、大河内総理をはじめとする政府の中枢。そのヘリが、熱線に撃ち落とされます。総理を含む11人が死亡しました。日本国憲法、第70条。内閣総理大臣が欠けた時内閣は総辞職する。法的にこの瞬間、内閣が総辞職したことになる。だから内閣総辞職ビームなんです。冗談のような名前ですが、由来は全く冗談ではありません。ここからが本題です。あの熱線は、地表をなぎ払いました。では地下鉄に逃げ込んだ人たちは、どうなったのか。放射線流の炎は、地下鉄の出入り口から地下へ流れ込みました。避難していた人たちは、そこで焼かれています。そして、そのシーンは撮影されていました。犠牲になったのは、住民だけではありません。避難誘導に当たっていた警察官、消防隊員、自衛隊員、救助に向かった側の人たちも巻き込まれています。このシーンは本編では一度も使われていません。ブルーレイの特典映像に収録されています。そして、この熱線がどれほどのものだったのか、数字が一つだけ残されています。劇中に出てくる20シーベルトという値です。ジアート・オブ・シン・ゴジラに収録された台本によれば、これはゴジラから放たれた放射線流の積算量とされています。シーベルトという単位に馴染みがない方のために言うと、人間が全身に7シーベルトを浴びるとほぼ助かりません。地下に逃げた人たちが助からなかったというのは、演出上の残酷さではなく、設定として筋が通っているんです。ではなぜ使われなかったのか。ここからは公式が理由を発表しているわけではありません。考察として聞いてください。一つ目は、描写が過酷すぎたこと。地下で人が焼かれる映像は、この映画が想定していた観客層には強すぎた可能性があります。二つ目は、映画の焦点です。シン・ゴジラは、災害に対して政府がどう動くかを描いた映画です。被害の惨状そのものを直接見せると、話の軸がぶれる。そして三つ目、あのシーンの荘厳さです。内閣総辞職ビームは、恐ろしいと同時に、どこか美しい。音楽が止まり、街が静かに燃えていく。その直後に焼かれる人々を映してしまえば、あの数十秒が持っていたものは、確実に壊れます。私は、三つ目が一番大きかったと思っています。これは私の見立てです。ただ、一つ気になることがあります。樋口真嗣監督はこの地獄を撮るのが初めてではありませんでした。1999年のガメラ3写真覚醒、渋谷が火の海になる場面があります。逃げ惑う人々がそのまま炎に飲まれていく。あの作品では、この災害で1万5000人以上の死傷者が発生したという設定でした。そして、その惨状は本編ではっきり描かれています。樋口監督は、特技監督としてあの映像を作った人です。つまり、今回も撮れたはずなんです。撮り方を知らなかったわけでも、避けたわけでもない。現に、撮影はしている。それでも使わなかった。だとすれば、これは撮れなかった話ではなく、撮った上で置いていった話なんだと思います。では、あのビームで何人が犠牲になったのか。本編の中盤、ベテラン記者がこう言います。東京の人口は1300万人強。そして終盤、熱核攻撃を前に疎開する住民の数は360万人。1300万-360万。
差はおよそ1000万人。この2つの数字からネット上ではこう言われるようになりました。1000万人が死んだのではないか。ですが、これは成り立ちません。理由が3つあります。1つ目、先ほど覚えておいてくださいといった数字です。作品の記録では、都民の死傷者はおよそ300万人。1000万人ではありません。しかもこれは死傷者です。亡くなった人だけの数ではない。2つ目、疎開の対象は、東京23区の全域ではありませんでした。対象地域の住民はおよそ400万人。そこから疎開した360万人を引くと40万人。3つ目、熱戦で壊滅的な被害を受けたのは、港千代田中央の3区でした。この3区の昼間人口は、平成22年の国勢調査で合わせて約230万人。つまりこの3区にいた人が全員亡くなったとしても、1000万人には全く届かないんです。参考までに、広島に原爆が落とされた時市内にいたのは約35万人。その年の年末までに亡くなったのが約14万人でした。では、結局、何人だったのか、答えは出ていません。反対の見方もあります。東京駅を中心に、1都3県が入る円を描くと、半径はおよそ14キロ。その中には、23区のほぼ全域が収まります。そして当時の23区の人口は約940万人。この計算でいくと、360万人という疎開の数字は、むしろ少なすぎることになる。つまり1000万人も違うし、40万人で説明がつくとも言い切れない。そしてもう一つ、交番表では、あの日は月曜の夜でした。平日です。都心には、通勤してきた人が大量にいた。ここ、少し想像してみてください。月曜の夜です。仕事を終えて、これから帰る人、残業していた人、飲みに出ていた人、港区、千代田区、中央区、この3つは、東京で一番人が働いている場所です。昼間人口が231万人というのは、そういう意味です。住んでいる人ではなく、そこに集まってきていた人の数、疎開の対象になった住民の中に、その人たちが含まれていたかどうかは、わかりません。映画は、そこを描いていない。私が答えが出ていないというのは、数字が足りないからではなく、数え方そのものが決まっていないからです。この映画は、犠牲者の数をはっきりとは示していません。私は、確認できていないことを確認できたようには話しません。分かっているのはここまでです。最後に一つだけ、この360万人という数字には、元ネタがあると指摘されています。1973年の東宝映画、日本沈没。その中盤、東京が大地震に襲われる場面があります。そこでの死者行方不明者の数が360万人。樋口真嗣監督は、2006年のリメイク版を監督しています。庵野監督も、そのリメイク版に出演していました。そしてジアート・オブ・シン・ゴジラに収録された庵野監督自身のメモには、映画の方向性として小松左京風という言葉が残っています。日本沈没の原作者です。偶然かどうかは断定できません。ですが、そう指摘されているということです。撮影されたのに使われなかったシーン、もしあれが入っていたら、シン・ゴジラは今と同じ評価を受けていたでしょうか。あなたなら採用しましたか？コメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思っていただけた方は高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。